皆さんはじめまして、夜です。本日は2025年版のデスクツアーをお届けしようと思います。2024年版のデスクツアーも以前アップしているんですけど、今回はそこから少しレイアウトを変えたり、アイテムをアップデートしたりして、サイバーパンクデスクというテーマで仕上げています。未来感と機能性を兼ね備えたちょっとワクワクする空間になっていると思うので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。では行ってみましょう。ちなみに今映っているのは部屋を暗くした時のデスクです。電気をつけるとこんな感じ。夜は電気を消してまったりゲームをやることが多いです。最初に紹介するのはデスクです。私が使用しているのはコホの電動昇降デスクでして、横120、奥行き70のものを使用しています。天板と足のカラーはブラックとなっております。マジで黒ですか？いいですよ。黒はホコリが目立つので頻繁にデスクを掃除するようになるし、しかも黒は集中しやすい色と言われていて、余計な視覚情報を抑えてくれる効果があるみたいなので、作業に集中したい人にはぴったりだと思います。でも私みたいにネオン系が多いとその効果は薄れているような気もします。そしてコホの電動昇降デスクのいいところは立って作業ができるところです。一日の大半をこのデスクで過ごしているので、ずっと座りっぱなしだと腰にも体にも良くないので、よく食後とかは立って作業しています。長時間デスクで作業する方はマジで電動昇降デスクおすすめです。次に紹介するのは椅子です。私が使用しているのはエルゴヒューマンエンジョイってやつですね。色味は一応これ白なんですけど、なんかちょっとグレーっぽい感じがしますよね。で、つい最近までフレキシスポットの C7 プロ C7 プロってやつを使用していたんですけど、私の体には少し大きくてエルゴヒューマンエンジョイに変えました。マジでエルゴヒューマンに変えてから腰の負担が結構軽減されましたね。それと肘置きの可動域が広いのもポイントが高いです。昔はゲーミングチェアを使用していたんですけど、やっぱりちょっと長時間作業にあまり向かないかなと私は思ったので、オフィスチェアに変えました。私と同じエルゴヒューマンエンジョイはもうないんですけど、エルゴヒューマンエンジョイ2が発売されているみたいなので、ぜひチェックしてみてください。次に紹介するのはデスクの左側ゾーンですね。こっちにはマイクやオーディオミキサー、ストリームデック、小物などを置いています。マイクアームはアルターゾーンさんの RGB 搭載のものを使用していまして、好きな色のライティングにできるところは結構気に入っています。しかもロープロのマイクアームなので、狭い机でもすっきり収納できるのがめちゃくちゃいいです。マイクはファイファイさんのダイナミックマイクを使用しています。こちらも高級感があってお気に入りです。そしてオーディオミキサーの前にはこちらのビオネッタのコースターを置いてありまして、これめっちゃ高かったです。なんか2200円くらいしました、一つ。そしてさらに7の香水も置いてあります。これ最近購入したいんですが、こっちもちょっとめちゃくちゃ高くて、確か1万4000円くらいして震えながら予約した記憶があります。でも匂いめっちゃいいですし、ラメも入ってて綺麗なのでお気に入りです。そしてこっちはジルのネイルオイルです。誕生日に友達からいただいて大切に使っています。で、周りにはジャックフロストが散りばめられています。お気づきだと思いますが、私のデスクには至るところにジャックフロストがいます。これはお気に入りのジャックフロストです。これ光るんですよ。可愛いですよね。そしてこちらのオーディオミキサーはファイファインさんのを使用しています。詳しくはこちらの動画で紹介しているんですが、オーディオミキサーどれ買えばいいかわからないって方は何も考えずこちらを購入してもいいと思います。紹介した動画は概要欄に全て載せておくので、気になる方はチェックしていただければと思います。そしてこちらはエルガトストリームデックマーク2のアトミックパープルです。このゲームボーイカラーを彷彿とさせるスケルトンパープルがめちゃくちゃお気に入りです。これ1台あるだけで作業効率が爆上がりするので、デスクで作業する機会が多い人は買って損はないと思います。お次に紹介するのはスピーカー。こちらはクリエイティブのサウンドブラスターです。デスクに反射してるライティングが綺麗で結構お気に入りなんですけれども、実はちょっと買って1年経たないくらいで左側のこの下の部分が光らなくなったんですよ。保証が1年なので急いでクリエイティブさんに修理を依頼したらめちゃくちゃいい対応してくれて、それ以来よりクリエイティブさんが大好きになりました。もうほんと一生ついていきます。スピーカーの上にダイソーのモニター用小物テーブルを置いて、その上にプレステのライトを置いています。この置き方マジでおすすめです。ジャックフロストたちがこっちを見ててめっちゃ可愛いです。お次はモニターの紹介。こちらは同じ LG さんの24インチモニターを2枚使用してリアルディスプレイにしています。解像度はフル HD、IPS パネルで応答速度は1ミリセコンド。
リフレッシュレートは 144Hz、 2万しないくらいで買えるコスパ最強モニターです。モニターもよくわからない格安のものを使用していますが、マジで満足しています。見ての通り24インチのモニターをきれいに並べることができるのがポイント高いです。24インチのモニターを横向きできれいに並べたい人はぜひ試してみてほしいです。そしてモニターの裏にはテープライトをつけているんですけれども、前までこういうつぶつぶ系を使用していましたが、このテープ全体が光るやつに変えてから光量が増えてより綺麗に光るようになったので、これからテープライトをつける方はこの形のテープライトがおすすめです。そしてお次はデスクの右側をご紹介いたします。こちらはプレステの時計やら嗜好品を置いています。最近マジで買ってよかったなって思うのはディブームのタイムズゲートです。もうこのサイバーパンク感あふれるデザインが本当に大好きで、時計としても使用できるんですけど、私は好きな絵柄を5つ並べて楽しんでいます。小さな画面にサイバーパンクな世界が広がっているのでお気に入りです。そしてこちらのディブームのスピーカーもおすすめです。好きなピクセルアートが表示できるのがめっちゃいいです。お次に紹介するのはキーボード。キーボードは6個くらい持っているんですけど、主に最近使用しているキーボードはこちらのグレイブスターさんのキーボードです。まず見た目がサイバーパンク感あふれて一目惚れして購入しました。そして打ち心地も最高なんですよ。ずっと聴いていられることこと音です。持っているキーボードはこちらになっていまして、正直全部お気に入りです。こちらはヨンジーさんのキーボードでして、筐体がスケルトンブラックなところがお気に入りです。キーキャップは別途購入しています。右側の2つが E 元素さんのキーボードでして、上が青軸、下が赤軸となっています。こちらも2つともキーキャップが書いています。そして下の白いキーボードはエポメーカーさんのキーボードです。こちらも結構良くて、詳しくはこちらの動画で紹介しているので、よかったら見てみてください。概要欄にこちらも貼っておきます。お次はマウスとマウスパッドの紹介をいたします。マウスとマウスパッドはフナティックギアさんのものを使用しています。このマウスはもうずーっと使用しています。正直これ以外使えないくらい気に入っています。軽いし、私の手にこれだけジャストフィットするマウスはこれしかないとまで思っています。そしてマウスパッドもずーっと使っています。まずデザインがサイバーパンク感強くて好きで、一目惚れで買ったマウスパッドです。使い勝手もかなり良くて FPS、TPS をやる方に向いてるマウスパッドだと思います。お次はデスクの横に置いてあるスチールラックをご紹介します。こちらは確かアイリスオーヤマのスチールラックでして、コントローラーやキーボード、PC やらを置いています。一番下の段にはネイル用品と化粧品を置いてます。それでは上からご紹介していきます。一番上の段にはコントローラーや使用していないマイクやマウス、キーボード、そして小物などを置いています。サブマウスは最近ロキャットのマウスを使用しています。ちょっと手の大きさには合わないんですが、デザインはすごい大好きです。そして2段目にはキーボードと USB ハブを置いています。 USB ハブは U グリーンを使用しています。結構おすすめです。そのまま置いているだけだと落ちちゃうので、結束テープを巻きつけて落ちないようにしています。3段目はデスクトップ PC を置いています。こちらは昨年自作した PC となっていまして、スペックなどはこちらの動画に載っています。ぜひ見ていただけると嬉しいです。こちらの動画も概要欄に貼っておきます。そして4段目は大量のネイル用品と化粧品となっていまして、こちらはあまり片付けていないのでごちゃごちゃしています。で、床にはゴミ箱とインコちゃんがデスクで遊ぶ時に泊まれる泊まり木を置いています。ちなみになんですが、ネオンライトはこういう飾り方をしていまして、ちょっと飾れる壁がないのでカーテンレールにかけて飾っています。このネオンライトもお気に入りです。そして普段あまり紹介しないんですが、デスク裏もお見せします。私はデスクにちょっとした引き出しが欲しかったので、このケースにマグネットを貼って自分で作りました。結構使い勝手いいので皆さんもぜひやってみてほしいです。そしてこっちにはティッシュケースをくっつけていまして、すぐティッシュが取れてめちゃくちゃ便利です。このティッシュケースは山善さんのです。そして私は足元に配線があると掃除がしにくくて嫌なので、こういうフックを壁に貼ってそこに配線をかけて浮かせています。他の配線たちはこの配線トレイに乗せて見えないようにしています。そしてデスクの後ろはこのようになっていまして、見ての通り結構狭いんですよ。この隙間でいつも仕事やゲームをやっています。後ろのこの黒い棚は本棚となっていまして、本がパンパンに詰まっています。その上にお気に入りのぬいぐるみたちを置いています。タペストリーやポスターは2機を飾っています。大好きなベヨネッタやフォートナイトのラグジーはここに飾っています。ここのゾーンは一つ一つ紹介するとキリがないので、映像だけでお楽しみください。こういう好きなものだけが詰まった空間が大好きなので、見ているだけで幸せな気持ちになります。
というわけで2025年版サイバーパンクデスクツアーは以上です。新アイテムやレイアウトのアップデートが少しでも皆さんのデスク作りのヒントになれれば嬉しいです。気になるガジェットや質問があればぜひコメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。